皆さんこんにちは。今日は我が家に新しく家族になったセンを紹介します。ポメラニアンのちょっと変わり種らしいんですけど、センという名前がついてます。来年はこのセンも登場していきますね。はい、挨拶はアスカと今仲良くなろうとしているとこです。今日は12月31日、いよいよ2020年もあとわずかとなりました。本年は昭和レシピチャンネルをご覧いただき、大変お世話になりました。日本では12月31日、年を越す前に縁起を担いで年越しそばを食べる習慣が風物として今も残っています。その歴史は古く、少なくとも1814年、200年も昔から大阪でそのような文化があったことが記されています。我が家でも縁起はともかく、毎年12月31日には何かしらの麺類を食べます。ということで今日は年越しそばを食べながら今年1年の昭和レシピチャンネルを振り返って全部をご紹介することはできませんが、私の印象に残るレシピをピックアップしていきましょう。今日はそばはただ茹でるだけ、わさびをちょっと効かせただし汁につけてするだけ。いずれまたかき揚げやいろんなパターンのそばはおいおいご紹介していきましょう。さて、この昭和レシピチャンネルの発端は、今年コロナウイルス騒動が起きて外出規制が行われて私の仕事もなくなり、さて何をしようかなと思っている時に、そうだこれだと突然のように使命が与えられました。そして5月6日、最初の動画投稿、このイントロダクションですね。このチャンネルは普通の料理チャンネルではないということを、ぜひ皆さんこの動画をまず見ていただけたらと思います。そして慣れない中、試行錯誤料理動画をアップしていきました。料理の基本となるスープストックとルーの素、これはこの後のレシピにたびたび出てきますので重要な動画です。そして私の得意料理の欧風カレーライス、このチャンネルで最も視聴回数が多い人気動画です。残念ながらこれはクッキングノートのレシピからではないので、詳しい作り方を説明していません。市販のルーを使わず、スープストックとルーの素から私の思うままに作っています。カレーのレシピはその後何度か動画を作っていますので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。そしてその次のロールキャベツもチャンネル紹介動画で扱ったため、スペイン語圏で特に人気が高かったですね。パン粉の作り方も意外と知らない人が多く、日本人からでさえ教えてくれてありがとうとメッセージが来ました。ふわふわサクサクの生パン粉で作るとんかつ、これも人気でした。日本料理の基礎となるだし汁、再生回数はそれほど高くありませんでしたが、これも重要です。さて、ここから私がこれまでクッキングノートの中から作って食べてみて、これは美味しいと驚いたレシピベスト7をピックアップいたしましょう。まずはポークハワイアン。これを作って食べてみたとき、クッキングノートとそれを記した父の偉大さに初めて気がつきました。半世紀前の日本でこんな美味しいものが食べられていたとは。フルーツ系のソースがこんなに肉に合うなんて、それはもっともっとクッキングノートのレシピを作って試してみたくなる経験でした。そして中華料理の定番ですが、酢豚。昔ながらのレシピですが安定した美味しさがあります。再生回数も欧風カレーに次ぐ第2位をキープしています。そして現代版は北京風の黒酢酢豚、こちらも美味しく、最近では昔ながらの関東風とこの北京風をミックス、両方の良いとこ取りした我が家のオリジナル酢豚を時々作るようになりました。チキンのマレンゴ風、ナポレオンを記念して作られたフランス料理ですが、鶏肉の素材が良かったのか柔らかくとても美味しかったです。1度目の撮影がうまくいかず、その失敗原因を追求、それを生かしてリベンジに挑んだのが良かったのかもしれません。クッキングノートのレシピ少しアレンジしましたが、2度目は完璧でした。取り立てごちそうではありませんが、庶民の食べ物として王道のチキンミートボール、日本ではよくレトルトとかで売られていましたが、やっぱり手作り、作りたては違います。肉感を味わうために鶏ミンチを粗めにひくのがポイントです。
豚肉の八幡巻きは日本の郷土料理の美味しさを味わうことができました。日本料理は繊細で難しいところがありますが、世界で人気があるのはその味とともに健康的であるからなのかもしれません。クッキングノートに記されたレシピ、味付けもよく、今でも日本料理の基本はこれですね。サンマのかば焼き、やっぱり日本人は魚が好きですね。久しぶりのかば焼きに家族みんな感動しました。できたらうなぎのかば焼きも食べたいですね。次にクッキングノートからではなく、私の大阪の実家だったお店竹部でも扱っていた秘伝のレシピベスト7です。ポテトサラダは竹部の修行時代作っていた惣菜の一つ。私の得意料理でその時によって作る量やポテトの状態が違いますので、感覚的、レシピは微妙、明快にしていませんが申し訳ありません。動画をヒントに作ってみてください。妻の評価はいつ作っても変わらない味で安定していると言われています。クッキングノートのレシピでもチキンの唐揚げを取り上げましたが、実家竹部で売っていた惣菜のレシピとは違います。これはこれでなかなか美味しかったです。竹部のレシピやこの動画特製チキン唐揚げの方が近いです。人気商品でした。焼き豚も竹部の人気商品、よく焼きました。我が家でも定番で焼いたものをいつでも食べられるように切って冷凍庫に保存してあります。ラーメンのトッピングには欠かせません。クッキングノートのレシピでは煮て作るタイプで、これも柔らかく美味しかったですね。日本で生まれた洋食、ミンチカツレツ。知らない人にはハンバーグと間違われますが、食感は全く違います。日本各地でご当地名物として売られていますが、場所によってレシピが多少異なります。ホルモン焼きは実家竹部の売り切れ御免の限定メニューでした。おじから作り方を教わって、それからずっと家でも時々作っています。食材も安価で美味しく、栄養的にも優れた一品です。ベシャメルコロッケは竹部ではクリームコロッケとして売られていました。竹部最大の定番惣菜といえば牛すじコロッケだったのですが、それはまたいつかご紹介いたしましょう。でもこのホワイトクリームタイプのベシャメルコロッケもなかなかのものです。竹部最大の定番人気惣菜といえばコロッケですが、それと並ぶ人気商品がこのミンチボールでした。一流コックのおじが作るデミグラスソースに焼いたハンバーグを煮込んで作る、いわゆる煮込みハンバーグ。庶民的なお手頃価格でミンチボールとして売っていました。そして私の得意料理を含む番外編からスペシャルカレーライスを除いたベスト7、特製麻婆豆腐。正直動画では時間をかけすぎてちょっと失敗していますが、ちゃんと作ったら美味しいです。動画作成は一人で料理と撮影、編集を行っているので大変です。また美味しそうにできたところをリベンジ動画作りたいと思いますので、ぜひご覧ください。トントロ焼肉。実際のトントロとは部位が違いますが、パラグアイで見つけた朝ど用のこの豚肉、とても気に入っています。塩コショウでも美味しいですが、こちらの動画で紹介している特製タレを作ってかければ最高です。肉じゃがは視聴者の方からリクエストのあったレシピですが、独身時代から一人でも作って食べていた大好きな料理です。日本では家庭の味、庶民の味ですね。海のない内陸国パラグアイへ来て、もう生の魚を食べる機会はないだろうと思っていましたが、テラピアの養殖を始めて新鮮な刺身やなめろうも食べられるようになりました。川のタイとも呼ばれていますが、タイよりコリコリしっかりした食感がとても美味しいです。釣ってすぐに調理するので生臭さもありません。おでんは日本料理の定番ですね。屋台とか現代ではコンビニエンスストアのメニュー。庶民の食べ物ですが、いろんな具材が入って豪華です。おでんのことを関西ではカント炊きと呼んで、筋肉が欠かせません。豚バラの照り焼きもスペイン語圏で人気の高い動画でした。和風の味付け照り焼きが海外でもブームとなりましたが、つけ置きせず、それを簡単に塗り焼きする方法でご紹介しています。結構皆さんこの動画を見て作っていただいたようで、高評価、報告とても嬉しかったです。関西の郷土料理、どて焼き、味噌の産地、名古屋でも
古くからあるようです。安価で良質なタンパク質の多い筋肉を使ったスタミナ健康食でもあります。屋台料理ですが、私はあまりお酒を飲めないので、ご飯のお供として美味しく食べています。その他カテゴリーの変わった世界の美味しい食べ物7つを挙げましょう。まずはパラグアイの伝統的パン、チパ。アルゼンチンの一部でも郷土的食べ物のようです。小麦粉を使わずマンリョウカという芋のでんぷんで作るので、グルテンフリー食の人にもおすすめです。動画では牛乳の量が少し足りなかったようですので、硬さを見ながらもう少し多めに入れてください。東南アジアのレシピからハイナンチキンライス、オムライスなどに使うチキンライスとはイメージが全く違う料理ですが、蒸し鶏にかけるソースが決め手。美味しく食べるために本動画の前にスイートチリソースとアジアンガーリックソースの2種類の動画を準備しました。メキシコからアメリカ、沖縄へと伝わったタコスを沖縄流にご飯とミックスしたアレンジ料理、タコライスとして沖縄名物となりました。それをさらに我が家でも簡単に作れるようにアレンジしたオリジナルレシピです。ヒナタンはフィリピンのとても美味しいココナッツミルクを使用したデザート。ドリアンを使うと本格的ですが、パラグアイで山のようにあるマンゴーを使って作ってみました。白玉粉やタピオカもトロピカルで美味しく、ついつい食べ過ぎ太ってしまいます。韓国を代表するファストフードヤンニョムチキン。パラグアイへ来てから韓国人の多い町に住んでいるためよく食べるようになりましたが、これを自分で作ってみようと研究、何度も試作を重ね、日本人の舌にさらに合うようにオリジナルレシピを作ってみました。ヒントとなった味は自家製スイートチリソースからでした。こちらはスイスを代表するチーズフォンデュ。いつもはピザ用やスライスチーズなどを普通に売っているチーズで作るのですが、今回は本格的にフランス系のお店でフォンデュにはどんなチーズを使ったらよいか尋ねて仕入れてきました。もちろん普通のチーズで作っても十分美味しいです。家族で楽しく鍋を囲んで食べてください。最後にロシアを代表してピロシキ。エンパナーダを好きならこのピロシキも喜んで受け入れられるでしょう。1回目揚げたのは衣が開いて失敗しましたが、次は大成功。ふっくら膨らんで柔らかく仕上がり、とても美味しかったです。中身を自分好みにアレンジ変えて入れても良いかと思います。次のカテゴリーはデザートとドリンク。ベスト7のうちいちごのレシピが半分以上を占めました。まずはいちごの淡雪感。寒天が手に入らない場合、ゼラチンを使っても良いと説明しましたが、食感は全く違ってきます。口の中で淡雪のように溶ける食感は寒天ならではです。寒天で作るとまさに日本のデザートだなといった感じになります。いちごムースは妻の作る得意デザート。パーティーなど我が家へ来るお客様によく提供しています。これまでいろいろ試して作ってみて、出来上がりがベストな状態になるには、各食材の分量がこの割合へと落ち着きました。価値あるレシピの情報だと思います。子供の頃にデザートの作り方を買ってきて、その中にあったクレープ、買ってもらった小さなおもちゃのコンロを使ってよく焼きました。男ばかり兄弟4人の末っ子として生まれたので、6歳まで服装や髪型など女の子のように育てられ、その後もお人形遊びや少女漫画を好んで読む子供でした。この動画もとても人気が高い方でした。冷やし飴は大阪の魂ですね。子供の頃夏になるとよく作ってもらった懐かしい飲み物です。保存が効き健康にも良いので、ぜひ作ってみてください。難しいいちご大福にも挑戦しました。最初粒あんで作ってみましたが、やっぱりこしあんの方が合うかと作り直し、あんこを包むのに苦労しましたが、なかなかうまくできたのではないかと思います。今度はあんこを使ってお汁粉なども作ってみたいと思います。今や我が家に欠かすことのできない定番メニュー、スポーツドリンク。簡単ですが、その作り方をご紹介しました。ぜひ作ってみてください。抹茶の味が懐かしい日本のデザート、ひき茶クリーム。日本のコンビニとかにはよく売っていますが、家で作ってみましょう。意外と簡単です。ここでダメ出しレシピもベストと言ったら良いのか、ワーストと言ったら良いのか分かりませんが、2つだけ紹介しておきましょう。皆さんで美味しくうまくできたら、その秘訣をぜひ教えてください。まずはスパゲッティアラモード。
決してまずくはなかったのですが、二度と作ろうとは思わないレシピでした。それだけ現代はもっと美味しいパスタのレシピがあるということですね。クッキングノートの時代は新しいオリジナルレシピにこのような挑戦をして成功したものもあれば、歴史から消えていったメニューもあるようです。イワシのトマト煮、これは完全に食材選びを失敗しました。でもパラグアイ人の家族には好評、美味しいと言ってくれたのがせめてもの幸いです。次はレシピの内容にこだわりやアイデアを入れた傑作3選。まずはリクエストの多かった豚汁。昔から我が家の定番メニューでもあります。ごぼうがなかったら大根と人参や豚肉だけで作り、ごぼうを入れないことも多いです。好みで生姜やニンニクを入れられても良いですが、我が家では優しい豚汁の味を好み入れません。その代わりキムチと一緒に食べることが多いです。取り立てて特徴はありませんが、写真や芸術と同じく余分なものを取り除くマイナスの法則によって美味しく仕上げた、これが我が家の豚汁だという自信のレシピです。動画100回目記念のオムライス、これも時代の流れに逆行して昔ながらの味を楽しむレシピ。卵をふわふわ熟々ではなく、適度な半熟でカリッと焼き上げ、主役であるチキンライスの味を卵に取られないように調理した昭和のオムライス。これを基本として作れた上でふわふわのオムライスも作るべきと自分で勝手に美味しさの哲学を作り上げ主張した動画です。悪いねが若干ついたように日本では反発を生んだかもしれませんが、先入観のないスペイン語圏からは好評でした。ペペロンチーノ、レストランの味を家庭で作るにはどうしたらよいか、その課題と克服アイデアをいろんな動画を見てヒントにしつつ、自分なりの結論を導き出した私の傑作レシピです。この動画の後も家族のためにまた作りましたが、2度目はさらに慣れて手早く料理することで、みんながびっくりするほど美味しい味に仕上がり、私の得意料理になりました。そして最後に自分にとって今年最大の美味しさ発見ベスト3をご紹介しましょう。第3位から発表します。第3位、すき焼き。やっぱりこれは別格特別な食べ物ですね。牛肉が普及し、家庭でも普通に食べられるようになったとはいえ、今でも高級料理には違いありません。日本では高いお店ほどブランド和牛の脂の乗ったお肉を使いますが、私たち家族みんなの意見として脂分がだんだん気持ち悪くなり、量はあまり食べられません。赤身の美味しいお肉を使った方が食が進みます。あとは味付けといかに柔らかく調理できるかだと思います。第2位は広島お好み焼き。日本で私の最も好きな食べ物といえばこれでしょう。フライパンでは1枚ずつしか焼けずめんどくさいですが、3ヶ月に1度は食べたくなり仕方ありません。そのうち鉄板を手に入れて焼くのが一つの夢です。お好み焼きの決め手はソース。おたふくソースが最高ですが、自家製ソースも工夫してこの味に近づけるよう毎年頑張っているところです。そして輝く2020年昭和レシピチャンネルのレシピ大賞はマルガトーニ。クッキングノートのマルガトニースープからこのレシピを知ったのですが、現代版のレシピはもうどう表現したらよいのか、美味しすぎてこの世にこんなレシピがあったのかというくらい感動ものでした。この昭和レシピチャンネルのプロジェクトで発見したことの一つは、マルガトーニに限らず他のレシピでもリンゴが料理の食材としてとても良い働きをしていて優れものだということでした。他にもまだまだ美味しかったレシピがいっぱいありますが、ぜひ皆さん昭和レシピチャンネルに登録まだの方はご登録くださり、レシピを活用、ご覧いただいて料理してみた感想などのコメント、評価もいただけたら嬉しいです。2021年も美味しいレシピをたくさん紹介していきたいと思います。新年もよろしくお願いいたします。では皆さん、良いお年を。ノスベモス。チャウチャウ。